懐かしい金消しに色付け動画シリーズ。今回は9センチサイズ丸腰製デカ消しの第2弾 B 型よりアメリカ合衆国オクラホマ出身の正義超人ジェロニモをペイントします。いつものように水性アクリル塗料で色付けをしました。デカ消し第2弾のパッケージに封入されていたブックレットです。人気超人が目白押しのパートです。正義超人、悪魔超人、パーフェクト超人からバランスよくラインナップ。この段だけでニューマシンガンズとはぐれ悪魔超人コンビが揃ってしまいます。まずは塗装前の状態です。多少の経年劣化、汚れはあるものの傷や損傷などもほぼなし。ペイントには大きくは支障ないので、そのままいつもの工程で下処理を進めていきました。武器の斧を持っているジェロニモらしいデザイン。高さ約9センチのデカ消しの標準的な造形です。塗装後のレビューを先に。今回は当時の初代アニメカラーをイメージして彩色をしました。茶色2種類を色分け、メリハリがついて落ち着いた仕上がりになりました。下処理からペイントの様子は記録していますので、ここから詳しくご覧ください。金消しデカ消しの塗装はおよそこんな流れで下処理をしていきます。煮沸してゴム素材を柔らかくして形を整え、余計な油分や表面のホコリを取る。ベンジン漬け込みを一晩から2日して過素材、塩ビを柔らかくする薬剤を抜く。乾燥させ、ミスタースーパークリア艶消しを全体に吹き、塗装の下地を作りました。そして塗装です。ペイントの様子は使用したカラーごとに見ていきます。ベースとして全身にまずパレホのモデルカラー、ミディアムフレッシュトーンを塗りました。今回は全面に茶色が来るので、黄色に近い濃い色味の下地にあえてしてみました。一手間ですが、この下地のあるなしでその後の色のりは違ってくるので、漏れなくしっかり塗っていきます。全面に模型用の平筆で一気に塗るので、デカ消しサイズでも 3,4 分あれば下地はできてしまいます。下地の完全乾燥の後、早速の肌カラー、最も塗装面積の大きいフェイス、上半身、腕部、手、脚部にモデルカラーのベージュブラウンを使用しました。最近は茶色といえばこれを使っている。濃くもなく薄くもなく落ち着いた色味のブラウン。さすがのパレホの隠蔽力の強さです。先に塗った下地も効いて一発で色が乗っていきます。モデルカラーはパレホの筆塗りのスタンダードで色数が多彩。それでも塗装面積は大きいです。色ムラが出ないように下デルカラーのテクニカルラーミアンメディウムという溶剤塗料を使って水で薄めながら色をのせていきました。フォローで入れる下デルカラーはホビー用の水性アクリル塗料でイギリス発の独特の形状のボトル入り塗料です。口に赤を入れました。ゲームカラーのスカーレットレッドです。濃い色味の赤。ディティールなので極細筆で丁寧に色を入れます。ここで武器の斧、トマホークの柄の部分にゲームカラーのカーキを塗りました。ライトな黄土色というイメージのカラーです。ゲームカラーはファンタジックな特別色で人物、モンスター系フィギュアに適した鮮やかな色がメイン。ディティールが続きます。モデルカラーのホワイトグレー。こちらは口の中のハニー。結果的にはこれが差し色になっています。続いて斧、トマホークにモデルカラーのガンメタルです。濃い色味のシルバーです。粘性高く隠蔽力強いのはさすがの銀色です。水溶性で無臭、速乾、均一で色ムラが出にくい、マットな仕上がり。これらが何といってもパレホの魅力です。そして頭髪、腕、足のコスチュームに濃い方の茶色、モデルカラーのチョコレートブラウンを使用しました。広い面積は筆で塗りに行って引っかいてしまうとムラになりやすいので、先端で叩いて色をのせていくイメージで作業をしました。工程は下地塗りから上塗りの大きく2段階です。今回の色塗りに使用した塗料はこちら。パレホの隠蔽力が強いのは顔料の含有量、比率が高く設計されているということと、その粒子一つ一つが細かく、そのため均一に塗れるという特性を持っていることによります。消しゴムフィギュアの塗装では最初に行っている過素材抜きの工程が重要です。
軟質のフィギュアにするために入っている可素材は厄介者で、そのまま塗装すると塗料の定着が悪かったり、事後に滲み出てきてテカリやベタつきの原因になってしまいます。斧トマホークの刃の部分には下出るカラー、ベース、グレーナイトスティールを使用しました。少し青みを帯びたシルバーです。次にゲームカラーのゴールドイエローです。濃い色味の黄色を頭のバンド、パンツに。色分け最後はモデルカラーのダークグレーです。濃い色味のグレーをシューズの部分に。かかった時間は約50分の塗装でした。ジェロニモはアメリカ合衆国オクラホマ出身の正義超人で、超人強度は83万パワー。初登場時は人間でした。インディアンの部族の一つ、シェロキー族の青年で、スーパーマンロードの試練を乗り越え超人となりました。必殺技はアパッチの雄たけびやトマホークチョップなどです。塗装後はソフト99コーポレーションのボデーペン、クリアーを全体に吹き付け、乾燥させて完成です。台座をつけて塗装後です。フロントビューからリアビューまで。これまでの制作記録からジェロニモを見ていきます。レギュラーサイズ金消し、記念すべきパート1の中から、4センチ程度の造形で、当時のパート1の中では比較的大きめに作られたデザインでした。今回と同じ配色の初代アニメカラーで、こちらは2010年代の新規造形、金消し07のシリーズから、大井争奪編時のコスチュームなので、ヘアバンドも1990年代当時の大井争奪編アニメカラーで塗っています。こちらは当時物、丸腰製デカ消しの筋肉マン温度シリーズから、珍しい浴衣姿の造形のジェロニモです。青緑に黄色の花柄の浴衣は、当時のアニメ、期間限定エンディングテーマ時の彩色です。バンダイ製のデカ消し、スーパー軍団シリーズにもジェロニモはありました。丸腰製よりも一回り大きいサイズで、スリムボディが特徴です。レギュラーメンバーでは後発で加わった方のジェロニモですが、人気の高さが伺えます。ということで、今回は筋肉マン金消し塗装、丸腰製デカ消しの第2弾 B 型、ジェロニモを水性アクリル塗料にてペイントをしました。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほどよろしくお願いします。